ジャス優勢です。アメリカ西部自転車縦断の旅、野宿日全83日の内訳をランキング形式で発表していきたいと思います。どんな場所で野宿することが多いのか、日本野宿との違いは何なのか、注意点や地域ごとの特色も紹介したいと思います。それでは早速行ってみよう。8位タイ、3泊ガソリンスタンド、橋の下墓地。日本でガソリンスタンドというとスタンドがあって車のちょっとした修理なんかもしてくれる便利な場所というイメージですが、アメリカのガソリンスタンドにはコンビニが併設されていることがほとんどです。さらに田舎のガソリンスタンドになるとファーストフード店が併設されていたり、トラックのうんちゃん向けの駐車スペースが何百台分と用意されていることもあります。そのトラック駐車スペースは超余っているので、その端っこの方にテントを張らせてもらったり、あるいはフェンス沿いに寝る、これがガソリンスタンドの宿になります。かなり田舎に行かないとトラックのうんちゃん向けの駐車スペースが用意されているというようなことは少ないので、都市部でのガソリンスタンド野宿は難しいかと思います。橋の下野宿というと最初に思い浮かべるのが橋の下かもしれません。それぐらいメジャーな野宿スポットですが、何より屋根が確保されているという意味で橋の下は優秀な野宿スポットです。また川沿いにあれば人が見に来ることがないというのも安心感があっていいかもしれません。墓地、日本の墓地は墓地スペースに所狭しと墓石が並んでいるというイメージがありますが、アメリカの墓地はかなり広大な芝生のゾーンがあって、ポツポツとそこに墓地が立っているという印象です。その近くに墓地を管理するような小屋や東屋があったりすることがあります。そういうところで寝るのも一つの手かと思います。またアメリカの墓地は街中にあることが多く、マクドナルドで時間を潰した後墓地に行くということもありました。6位タイ、4泊無料キャンプ場ウォルマート。ウォルマートはアメリカの有名スーパーチェーン店です。こちらの駐車場は公式にキャンピングカーや車中泊での駐車場宿泊が認められております。なので車旅をしたい人にはかなり有用な野宿地の候補になるはずです。アメリカ全土に店舗が広がっており、主要な村であればほぼ間違いなくあると言っていいと思います。マックやサブウェイなどのファーストフード店が併設されており、夜10時11時ぐらいまで時間を潰すこともできるし、トイレも無料。何よりも物資補給がそこでできるので、食材をその場で買って車の中で食事そのまま捨てるということも可能です。ただしテントを張ることは許可されていないので、自転車で旅行する人にとっては野宿地の候補とはなりづらいです。自分の場合は駐車場の端っこの茂みの裏に隠れて寝るというような感じで使っておりました。無料キャンプ場はウィキキャンプというサイトを使うと便利に探すことができます。こちらは様々なキャンパーさんがキャンプできる場所を登録している地図サイトのようなもので、無料宿泊できる場所を探すにはうってつけのアプリとなっております。概要欄に参考 URL を貼っておくので、ぜひそちらをご覧になってみてください。その他の無料キャンプ場探しのサイトとして、フリーキャンピングニアユーやダートというサイトがあります。こちらも概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひ参考にしてみてください。5位、図書館公民館の脇。図書館公民館の脇はもちろん図書館が閉まってスタッフさんが帰った後で寝ることになります。こちらの利点は Wi-Fi が夜まで使えるということです。ただ注意しておきたい点は、図書館によっては閉館とともに Wi-Fi の電源が落とされていたり、特に寝られるようなスペースや死角がない図書館もあるので、常に便利に使えるとは限りません。3位タイ、 BLM ランドレストエリア。 BLM ランドとは内務省土地管理局が管理している土地のことで、アメリカの多くの田舎ポイントというか何もない場所は BLM に指定されていることが多いです。キャンプ場が用意されていることもあり、かなり安価に使うことができます。特に何もない場所だけど勝手にキャンプしていいよという場所も多くあります。水の準備をしっかりしておけば、誰もいない広大な大地で一人キャンプを楽しむことができます。
レストエリアは州間高速道路やその他州の高速道路でたまに見かけるトイレと自販機、水飲み場なんかがついているサービスエリアのようなものです。レストエリアについて紹介している動画があるので、そちらもちょっとご覧ください。アメリカのレストエリア、高速にあるレストエリアは日本のサービスエリアやパーキングエリアと違って、基本的にはサービスらしいサービスはない。ああいうベンチとかはちょいちょいあるけどね。あとトイレの建物、これトイレの建物にしては立派な方だと思う。まあそういう方がね、人が集まりやすくないね。ガソリンスタンドとかあるところはレストエリアっていう名前じゃなくて、普通に出口がついててガソリンスタンドあるよみたいな感じで、そっちの方に人が集まるから、レストエリアはね比較的人は少なくてね、野宿はすごいしやすい印象があります。2位、圧迫。道路の脇。日本を自転車で走っていると考えられないことですが、アメリカの道路を走っている場合に、ここから先100キロ何もありませんみたいな場所がごく稀にあります。そういう時は茂みを探すといいかと思います。テントや自転車を隠せる道沿いを探してそこに寝るというのが無難かと思います。また砂漠地帯では丘を上手に使えるといいかもしれません。丘がある場所の裏手や丘を登りきったところは車から視界になっている場合が多いので、そういう場所では比較的安心して眠ることができるかと思います。そしてダントツの1位は公園です。こちらは日本と同じ結果となりました。公園もレストエリアやウォルマートと同じくゴミ箱、トイレ、東屋などが用意されており、水の確保やトイレの準備が必要ないこと、こちらが大きなメリットとなります。またマクドナルドやスターバックスといった電源 Wi-Fi が確保できるお店がある場所の近くにはほとんどの場合公園があると言って過言ではありません。そういう意味でも公園の塾はかなり多用しておりました。日本の公園よりも街灯が多く全体的に明るめの印象です。そういう意味では落ち着いて寝られるというような環境ではないかもしれません。以上、宿泊場所別のランキングとその宿泊場所における特徴、注意点でした。次に地域別の野宿事情について説明していきたいと思います。まずはカリフォルニア州についてですが、この辺の野宿注意するべき点は治安と芝生です。カリフォルニア州は人口が多いため治安にはまず十分に注意しておかなければなりません。それぞれの町や村、治安が悪い地域はどこなのか事前に調べたり、あるいは村に着いてから野宿しようとしている公園の近くが治安の悪い地域でないか事前によく調べておく必要があります。これは見に行けばだいたい治安がいいか悪いか肌で感じることができるかと思います。明らかにホームレス、落書きが多かったり薬物中毒者が多かったりする地域では野宿は避けるようにしましょう。次に芝生です。アメリカ人は芝生が大好き。家の庭にも公園にもとにかく芝生が敷かれております。芝生は一見気持ちよさそうに見えますが、芝生が敷かれている場所で野宿をするのは控えましょう。ほぼ 100% の確率で深夜から早朝にかけてスプリンクラーによる散水が行われております。スプリンクラーにも種類がありまして、水鉄砲のようなところからプシューッと一直線に噴水されるタイプと、シャワーノズルのようなものが地面からせり出してきて比較的近い範囲に水をまくもの、こちらの2タイプがあります。注意するべきは水鉄砲タイプのかなり遠くまで飛ばせるタイプのものです。こちらは芝生のゾーンだけでなくアスレチックゾーンや東屋にまで水を吹っ飛ばしてくることがあります。こうなってしまうといくら東屋に寝ていたとしても水浸しになってしまうということが存分に考えられます。現に何度か水浸しになってしまいました。こういうことを避けるためにスプリンクラーが絶対に水をまいても意味のないようなアスファルトのところや建物の影に寝るようにするなど注意をしておく必要があります。次にネバダ、ユタ州南部、アリゾナ州北部、
などの砂漠地域での野宿の注意点をお話ししたいと思います。こちらの野宿、最初に注意しておかなければいけないのは当然水の確保です。あらかじめ余分に水を確保しておく習慣をつけておく必要があります。自分の場合は2リッターのペットボトル1本と 1.25 リッターのペットボトル1本、さらに町や村があまりにも少なそうな地域を走るときには2リッターペットボトルを1本追加して合計5リットルほど水を持ち運んでいる時期もありました。それぐらいを目安に運んでみてはいかがでしょうか。また特にナバホネーションと呼ばれるナバホ先住民族が自治する地域では野良犬や飼い犬の放し飼いが数多く見受けられます。このような地域では公園で寝ていても犬に吠え起こされてしまったり、道を走っていても犬に追いかけられたりと、犬に対する対処も必要となってきます。寝る場所を事前に下見して野良犬や飼い犬が吠えてこないか確認する必要が出てきます。また砂漠特有の植物でマキビシのような硬いトゲを持った植物が散見されます。図書館の脇で寝るときや道路の脇で寝るときなど、人が普段入らないようなスペースで寝る際には十分に注意する必要が出てきます。以上、宿泊地別、そして地域別アメリカン野宿の徹底解説動画でございました。こうやってまとめてみると日本での野宿とはまた違った注意点が出てきて面白かったです。繰り返しになりますが、この動画はアメリカでの野宿を推奨するものではございません。自己責任の範囲内で楽しく旅行をしている方の参考になれば幸いでございます。ではまた次回別の動画でお会いしましょう。ゆうせいのチャリンコ世界一周の旅、まだまだ続いていきます。チャンネル登録と通知をオンにして一緒に旅行を楽しもう。